皆さんこんにちは。Speak Japanese Naturally Podcast のふみです。このチャンネルでは日本語や日本文化について紹介していきます。チャンネルのメンバーシップも始めました。もしこのチャンネルを応援したいなって思う人がいたらぜひ入ってください。2つレベルがあるんですけど、上の方に入っていただけると週に1本特別なエピソードが聞けます。では、今日のテーマなんですけど、今日は日本人が、痩せている本当の理由についてお話ししたいと思います。というのも、私先日ある動画を見たんですね。3ヶ月で627万回も再生されていました。627万って、その600万が6ミリオンだから、すごい数ですよね。羨ましいって思ったんですけど、その動画で言ってたのは、それはね、アメリカ人が作った動画でした。で、そこでは、いくつかその日本人が痩せている理由みたいのを挙げてたんですね。で、それは確かにその通りだったんです。例えば、コンビニとかで、その簡単に割と健康的なものが手に入る。サラダとか、おにぎりとかもそうかもしれない。そんなに油を使ってないような食品が簡単に手に入る。あとは居酒屋とかに行けば、もちろん油で揚げてあるものもあるけど、そうじゃない茹でた野菜とか、そういうヘルシーなものもたくさんある。で、そういうまずいろんな選択肢が、健康的な選択肢ができるっていうのが一つ上がってました。あと他には、例えば、給食って小学校、中学校で、学校で作ってるお昼なんですけどね。みんながそれを食べるんですけど、それは、バランスの取れた食事になっています。ちゃんと野菜もあって、お肉もあって、お米もあって、みたいな、そういうバランスのいい食事になってます。そういうのを小さい頃から食べているからとか、なんか本当に、納得のいく答えではあったんですね。ただ、そこにすごく欠けている視点があって、足りない点があるなって思ったんです。それが今日話したいこと。なぜ、じゃあ日本人が痩せているかなんですけど、私はもう、この一つに尽きると思います。それは、社会的プレッシャーがあるからです。もう本当に特に日本女性は多分ほとんどの人が痩せたいと思っていると思います。痩せたいって思ってなくても、体重を気にしているとか気にした経験があると思います。それはもう、しょっちゅう言われるからなんですね。で、皆さん BMI っていう指標は多分ご存知だと思います。一番単純な計算式で言うと、体重割る身長の事乗です。で、その数値が、18.5 未満。未満っていうのは 18.5 は入りません。18.5 より低いものですね。それが、低体重。痩せすぎです。で、それは健康上のリスクがある可能性がある痩せ方。不健康ってことですね。で、標準って言われるのが 18.5 以上25未満。で、太りすぎって言われるのが、25以上になります。で、今度、こっちの太りすぎの方は、健康上のリスクが出るレベルの、太りすぎっていうことですね。で、これは本当に身長と体重でしか見てないので、全然正確な数値ではないんですけど、これよく使われる数値なんで、今回参考にします。で、例えば、日本の場合ですね、この BMI でいわゆる標準に入っている、これは太ってるんですよ。特に若い子にとって、この数値は、全然これ太ってるじゃんって思うレベルの数値です。で、じゃあちょっと痩せてて綺麗だねって言われるレベルはもうこの低体重
で、もう痩せてて、ちょっと体に悪い可能性がある。このレベルが痩せてて綺麗だねって言われるレベルなんです。だからなんでしょうね。普通だと、本当は健康上健康的なはずが太ってるんですね。だから、例えば人の体重を話してるときに、別の子の体重を話してるときに、あの子健康的な感じだよねって言ったら、それは褒めてないことが多いですね。それはもう体重ちょっと多いんじゃないって言ってるのが健康的な感じだよねってなっちゃう可能性があるんです。だからまず第一に日本では痩せている基準が痩せすぎている。もう普通だったら太ってるレベルになってしまうという、ことがあります。で、私は今私も実はね、やっぱり20代の時とか、こっちでした。低体重だったです。計算してみたら。で、その時よく分かってなかったので、それでいいと思っていました。だけど今となってはもうこれから年を取っていく一方で、例えば低体重だと、骨粗鬆症のリスクがあったりするんです。骨粗鬆症って骨がスカスカになっちゃって、骨折しやすいとかですね。そう、だから、それじゃ困ると思って今、逆に、ちゃんとね、鍛えなきゃって歩いたり、運動したりしてます。だからもう今となってはこっちになりたいとは思わないんですね。思わないんですけど、この前の夏に、実家に帰ったんです。夫の実家です。義理の実家に帰りました。で、そこで義父が私に言ったのが、ふみちゃん、ちょっと超えたなって言ったんですよ。超えるっていうのは、方言で太ったって意味です。太ったねって言われたんですね。でも、私言っておきますけどっていうか、この標準体重の中にまた適正体重ってあるんですけどね、適正よりも痩せてるんですね、私。適正よりも痩せてるっていうか、適正より体重低いんですよ。それでも、太ったねって言われるんですよ。で、そうやってね、人に言われる経験って、誰でもあると思います。あと私も夫からも前よく、ちょっとでも太ると、あれなんかちょっとこの辺ぷよぷよしてきたんじゃないとか、顎がとかね、言われたんですよ。で、私それがすごく嫌で、もうそういうことを言わないでって何回も言って、私はあなたの体重がどうであろうと気にしないし、素敵だと思っている。だから、私に体重のことを言うのやめてって、何回も言って、で、やっと言わなくなったんですけど、普通に言うんですね、みんな。で、私が今日紹介したい本があります。これです。バターっていう本です。柚木麻子さんっていう人が書きました。で、これ、実際にあった事件が元になってます。で、その事件っていうのが2009年ぐらいに女性がね、逮捕されました。で、その女性は3人の男性を、殺害した、殺した容疑がかかってました。で、女性が何をしたかっていうと、婚活サイト、結婚したい人たちが行くサイトですね。で、知り合った男性たちに、結婚するっていう前提で、お金をね、いっぱい貢がせたみたいなんです。貢ぐっていうのは、なんか見返りがなく、いっぱいお金とかをあげることですね。すっごい好きな人がいたとして、もうこれもあげる、これもあげるってなっちゃう感じです。でも貢ぐってどっちかっていうと、本当に金づるとしか思われてない感じです。金づるっていうのは ATM の機械みたいなもんですね。お願いって言うとお金が来るみたいな。それが金づるですね。悪い意味ですね。で、そうやって貢がせて、で、実際そうやって貢いでたら、やっぱ男性側としては結婚したくなるじゃないですか。それで結婚してっていう風に言ってくると、
その彼らを自殺とか事故に見せかけて殺害したっていう容疑だったんです。で、その3人以外にも、もっといろんな男性から貢がせて、いろんな男性に貢がせてお金を、もらってたみたいです。で、彼女は、今、死刑の判決を受けて、死刑囚として刑務所にいます。で、その時、すごく話題になったんですね、その事件が。もちろん、びっくりする内容だったっていうのもあるんですけど、一番話題になったのが、捕まったその女性の見た目だったんです。太ってたんですね。さっき言った BMI の標準より多分こっちですね、肥満の方ですね。で、じゃあどうしてそんな太ってた人、太ってるのに、どうしてそんなに男を手玉に取れるんだっていうような書かれ方をしたんです。つまり、世間では、太ってる女性は、結婚対象じゃないっていうか、恋愛対象じゃないみたいなレベルで、日本では思われてるっていうわけです。ひどい話ですよね。太ってたら恋愛しちゃいけないの？そんなわけないじゃないですか。なのにそういう風な見方をする社会っていうことです。で、そういう事件を、その実際にあった事件を元にフィクションです。お話を作ってて。で、主人公はその死刑囚じゃなくて、週刊誌の女性記者です。で、週刊誌っていうのは、毎週出す雑誌ですね。で、ゴシップとかもいろいろ載ってるんですけど、その女性記者が、その死刑囚のことについて記事を書きたいって思ったんです。それで、それでその手紙を書いて、で、会ってくれることになって、会いに行き出すんですね。で、そうしてるうちに、だんだん、その主人公が太っていくんです。美味しい食べ物とかを紹介されて、これを食べなさい、あれを食べなさいって言われて、で、そのやりとりを続けるためには、食べなさいって言われたものは食べるじゃないですか。で、それが結構こってりっていうのは、味が濃かったり、油が多いものですね。バターとかです。で、そういうのを食べて、だんだん主人公が太っていきます。そうすると、ここで書かれてたのが、会社の後輩とかに、あれ、先輩最近太りましたって言われたり、もっとひどい後輩は、こんな休みのない忙しい職場でどうやったらそんな太れるんですかなんて失礼なことを言う後輩もいたり、あと、彼氏からは、LINE が来ます。で、最近太ったんじゃないっていう LINE です。でも大丈夫。まだ頑張れば痩せられるから。で、もう、痩せること前提みたいな、太ってちゃいけないような LINE が来たわけです。で、主人公はちょっとカチンと来て、でも、その、彼氏の名前、まことで、まこっちゃんって呼んでるんですけど、でも、まこっちゃんだって最近、ビールの飲みすぎで、お酒かな？お酒の飲みすぎで、ちょっとお腹出てきたじゃんって返信するんですね。そうすると、その彼氏からは、男のデブと女のデブは違うよって、違うじゃんっていう返信が来るんですね。で、そういう会話って本当に普通にあるんです。日本では。多分誰でも経験してると思うんですよね。で、この本がイギリスで日本人初の3冠達成って書いてあるんですけど、2024年、2025年、The British Book Awards とか、いろいろ撮ってますね。で、その作者のインタビューを YouTube で見たんです。で、そしたら、その作者のこのゆずきさんが言ってたのが、日本とイギリスで読まれ方が違うのが面白かったって言ってました。で、イギリスでは、その、社会的風刺とか、風刺っていうのは何かをちょっと面白く批判することです。社会的なことをですね。で、あとはブラックユーモアっていうふうに捉えられて
いたそうなんですね。で、そういうふうなものを書いたつもりはなかったらしいんです。で、そういう、実はそういう会話とか、あと、その主人公の女性記者が、周り中全部男性なんですね。同じ部署の男性が。で、その女性が出世する難しさが書いてあるんです。で、私とかも全然普通のこととして読んでたんですね。あの、なんてことなく読んでたんです。だってどこでもそうだから。で、特に週刊誌とかだと忙しいし、そうだよね、みたいな感じで読んでたんですけど、そういうのをイギリスでは、その、風刺みたいな感じで書いたみたいに捉えられてたらしいんですね。でも、その作者の方は、普通の日本社会をただ書いただけって言ってたんです。そう。で、それが、違う読まれ方をして、しかも、その、共感を持って読まれたそうなんですね。だからこそこういう賞が取れたんだと思うんですけど、だから、その、例えば作者の方が言ってたのが、イギリスみたいに進んでいるところ、あと女性の権利が日本より絶対あるじゃないですか。そういうところでも、やっぱり、その、女性が感じてるそういうことが書かれてるっていうふうに読まれてたっていうことが、すごい嬉しい、みたいなことを言ってたかな。そのやっぱ共感してもらえたのが嬉しいっていうふうに言ってました。その例えばイギリスとかだったら口に出さないけどそういう空気があるみたいな感じのことを言ってましたかね。で、日本は口に出すんです。太ったね。全部言うんですよね。いやー、本当にね、あれはね、良くないと思います。だから、その、特にやっぱ日本人女性は痩せてる人が多いです。で、2023年のデータでは、このさっき言った BMI の18.5未満、低体重に当たる人っていうのが22%ぐらいいたそうなんですね。で、30代女性で19%ぐらいがもうその低体重に入る体重だそうです。今も変わってないと思うし、なんならもしかしたら増えてるんじゃないかぐらいに私は思いますね。で、そうだからなんでそうかって言ったら、やっぱそれが綺麗ってされてるからです。で、そういう体重だったら綺麗だねって言われる。逆に健康的な体重だと太ってるねとか、もう太ってる扱いをされる。で、さっき言ったように太ってる扱いっていうのは、例えば恋愛対象として見られないみたいな感じですね。本当はそんなことないと思います。そんなこと絶対ないですよね。実際、だってみんな普通の体重で恋愛してるし、してるけど、社会的に、綺麗ってされる人たちは、こっち、低体重です。だから、その、それが根深いのは、ずっと続くっていうことなんですね。で、例えば、私とかの年齢ってもう、恋愛、結婚してるし、そういうのでもないし、あと子供を産んだりして体重が増えてきます。で、だからあと、年取ると強くなってくるので、あんま気にしなくなるんですね。あと多分友人のチョイスってのもあるかもしれないです。太ったねとか言ってくるような人とは、やっぱりちょっと関係を持ちたくないなって、ちゃんとみんなが思って、そういう人と、だんだん関係を疎遠になっていけば、そういうこと言ってくる友達がいなくなるとは思うんですけど、そうで、だんだん強くなるから、あんま気にしなくなっていくのは確かです。で、それから、でもやっぱりこの前、久しぶりに同窓会に行った時、えっと、有名でもないけど、和菓子屋さんがあったんですね。で、私は、じゃあちょっとお土産に買っていこうと思って、私がそれを買ってて、周りにいた子に、みんな買わなくていいのみたいなことを聞いたら、一人の子は、太るから買わないって言ったんですね。太るから、控えてるって甘いものを。で、もう、だから、やっぱりね、私たちの年でも、
太らないように気をつけてる女性は多いです。そう。あとね、うちの母はもう70を超えてるんですけど、ちょっと最近、痩せてきたんですね。で、それはまあ、父が病気をしたんで、前より健康的な食事というか、ちょっと食事の質を変えたっていうのがあると思います。で、ちょっと痩せてきたと。で、そしたら、みんなにほっそりしたねって言われるようになって、嬉しいって喜んでたんですね。でも母も決して、標準体重でしたよ、ずっと。で、ましてや今、あの年でもしこっちの低体重に近くなったら本当に健康上のリスクがあるわけです。でも70を超えてもほっそりして嬉しいっていうのってもうずっと若い頃から太いね太いねって言われてきてたんだと思うんですね。で、だから母は私がその若くてこの低体重だった頃、私がね、みえちゃんは痩せてて綺麗ねっていっつも言ってました。だから、多分ね、絶対言われてた。親戚とかから言われてました。そういうね、根深いものが、こう、若い時から年をとってもずっと続いてるんですね。で、そう。だから特に若い時とかって、摂食障害になったりする子も多いです。摂食障害っていうのは、摂が取る。栄養を取るとかの取るっていう感じに、食べるですね。だから、摂食、うまく食べれなくなっちゃうってことですね。うまくっていうか普通に食べれなくなっちゃう。だから、食べると気持ち悪くなるとか、もう食べちゃいけないって思ってるから、まあ食べれない。で、その逆で、今度はいっぱい食べて吐くですね。で、どんどん痩せてしまう。で、そういう、子もやっぱ絶対多いと思います。で、あと最近怖いなと思ったのが、糖尿病の治療薬を使って、薬を使って、糖尿病のその薬を使って痩せるっていう方法が、やってる人たちがいるんですね。で、そういうのがオンラインで簡単に手に入るようになってるんです。だから、一応、お医者さんがオンラインで診察するんです。でも大体のお医者さんは簡単にそれを処方してくれちゃうらしいです。それは何かっていうと、糖尿病って、インスリンがちゃんと働かない病気ですよね。糖尿病って血糖値が上がっちゃってる病気ですよね。だから、注射することによって、血糖値を下げた状態にしておくのかな。だから、栄養が体につかない。あと、食欲もなくなるみたいです。で、ただ、それはもちろん糖尿病の治療薬だから、薬って全部副作用があるじゃないですか。で、健康な人が使った時にどんな健康被害が出るかわからないっていうのがあります。で、あと、実際それをダイエット目的に使ってしまうと、今度、本当に糖尿病で困っている人の手に届かなくなるっていう二つの問題があります。で、二つの問題と、あとさらに将来的にそんなものを打って病気になったら、自分も苦しいですよね。でもそんなリスクを冒してまで痩せたいって思ってる人がいるってことです。で、しかも、やっぱり20代、30代に多いとは思うんですけど、私が見たインタビューでは、40代の人がそれを使って、もう気持ち悪くなっちゃったっていうようなインタビューに答えてたんですね。だから、40代でもまだそれを使って痩せたいって思うレベルにプレッシャーがあるっていうことです。で、もちろん人によって痩せたいのにグラデーションがあると思います。痩せたいとか痩せなきゃって思う気持ちですね。だから、すっごいそう思う人もいるし、まあそうじゃない人っていうのももちろんいると思います。
ただ一般的にこの標準の体重が太っているという認識の社会である。だからこんなに痩せてる人がいる。ということを今日は言いたいなと思いました。そう、だからやっぱりもう太ってるねって言ってくる人とは付き合わないのがまず一番。親戚だとそういうわけにいかないですよね。少なくとも友人だったらそういう人とは付き合わないのと、あと自分は絶対言わない。これが大事かなと思います。だからやっぱちょっとそういう意味ですごく見た目重視の社会なのでね、ちょっと大変ですよね。特に若い子は、大変だと思います。だからもうちょっとね、そういうのがない社会になるといいなと思うんですけどね。最後にじゃあ男性はどうなのっていう話なんですけど、さっきこの本でも言った通り、男性は多少女性より全然そういうプレッシャーはないと思います。ただやっぱり男性に対しても太ったねとかハゲたねとか平気で言う社会ではあります。嫌ですね。ちょっとね、そこはね、本当に嫌だなって思います。少なくともね、自分の周りはそういうことを言わない人たちと一緒に過ごしたいなっていうふうに思います。じゃあ最後にお礼です。りょうすいえさん、スーパーサンクスありがとうございました。それからメンバーシップに入ってくださってる皆さん、エドモさん、デブさん、アルビデオさん、デルタさん、レイドさん、キム・ヨンマンさん、ジョ・モギョンさん、ベンジャミンさん、コウさん、そして浜田さん、ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。他の皆さんもよかったらぜひメンバーシップご検討ください。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。また次のエピソードでお会いしましょう。